こんにちは、のすけです。前回の動画、エアークロスのエアフローを確認した動画にこんなコメントがありました。なるほどと思って調べてみたら、ノクチュアのホームページにこんなのがありました。ノクチュア様が言っているので間違いではないはず。ということで確認してみようと思います。使うのは前回と同じオキノスのエアークロス。CPU は Ryzen 5 8500G です。アップヒアの空冷クーラーを使用しています。CPU-Z で負荷をかけて温度を計測。と同時にスモークマシンで気流を可視化してみようと思います。まずは前回と同じ天板フロント側のファンを排気にした場合です。やはりフロント上側のファンから吸気された空気が天板フロント側のファンで排気されているように見えます。せっかく吸気したのにすぐに排気されてしまうのはもったいないような気がします。CPU の温度はこんな感じで、5分後の CPU 温度は 58.5 度でした。室温が20度なので、思っていたよりも CPU 温度が低かったです。次は天板フロント側のファンの向きを吸気にしてみます。まずはフロント上側のファンから煙を入れます。先ほどと同じように煙が上に向かっているように見えますが、よく見ると天板のファンの吸気に煙が巻き込まれているようです。煙が排出されているわけではないので、ケース内の煙の量が多くなっています。試しに天板フロント側のファンから煙を入れると、こんな感じになります。煙は狙い通りケース内に導入されているようです。その時の CPU 温度の結果がこちら。5分後の CPU 温度は 57.1 度で、先ほどよりも 1.4 度ほど低くなりました。やはりノクチュア様が言ったように、天板フロント側のファンは吸気にした方が良さそうです。ただ一つ気になったのは、天板フロント側から吸気した空気が CPU クーラーに行かずに、天板リア側のファンから排気されてしまっているように見えること。フロント上側のファンからの空気は CPU クーラーに行くようになりましたが、天板フロント側から入った空気は CPU の冷却に使われていないように見えます。天板フロント側のファンから入った空気を CPU クーラーに導くためにダクトを作ってみることにしました。まずはファンや CPU クーラーの相対位置をモデル化して、ダクトをモデル化してみました。フロントのファン2個と天板のファン1個が合流して CPU クーラーに導かれるようになっています。で、これを 3D プリンターで印刷。出来上がりはこんな感じ。初めて使ったペット G の透明フィラメントですが、なかなか綺麗に印刷できたと思います。ただ、思っていたよりも透明じゃなかったので、煙による気流の可視化はできなさそうです。プリンターの印刷範囲を超えてしまったので、分割して印刷しています。これをセメダイン X で接着。こんな感じで固定して放置しました。接着剤が乾いたら、気密漏れがないようにスポンジテープを貼り付け、ネジでファンと固定。こんな感じでぴったり収まりました。ということでテストしていきます。可視化用の LED で青白くライトアップされて、イルミネーションみたいになっています。まずはフロント上側のファンから煙を入れます。CPU クーラーの手前から煙が盛大に出てきました。狙い通り空気を導けているようです。残念ながらダクト内の煙の流れは見えませんでした。
次は天板フロント側のファンから煙を入れます。若干ファンとのつなぎ目から漏れているようですが、CPU クーラー手前からも煙が出ているので、狙い通り空気を導けていると思います。CPU 温度の結果がこちら。5分後の CPU 温度が 56.4 度だったので、ダクトなしに対して 0.7 度温度が下がりました。まあ誤差かもしれないですけど、多少でも温度は下がったということで、成功と言っても良いのではないでしょうか。ということで、エアフローを改善するダクトを作ってみました。まあないよりはマシぐらいの効果はあったと思います。あと編集中に思ったのですが、どうせならグラボにも負荷をかけて、グラボの排熱が吸い込まないようになったかを確認すればよかったと思いました。この動画が好評だったら続編でやってみようと思うので、続きを見たいという人は高評価をお願いします。ではでは。